こんばんは。ゆっくりと夜が更けていくこの時間、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、目の前にある、あるいは記憶の中にある将棋盤を少し思い浮かべてみてください。そこに並ぶ駒の一つ一つにですね、私たちが普段あまり意識することのない、それは壮大な物語が秘められていたとしたらどうでしょう。今夜はその中でも特に奥深い歴史と、静かながらも決定的な役割を担ってきた銀将という駒にそっと光を当ててみたいと思います。飛車や角のような華やかさはありません。でもこの駒こそが将棋というゲームの流れを静かに、そして時には劇的に変えてきた変革者だと言えるのかもしれないんです。その知られざる姿をこれから一緒にゆっくりと紐解いていきましょう。将棋の世界には昔から攻めは銀という格言がありますよね。皆さんも一度は耳にしたことがあるかもしれません。でも考えてみると不思議じゃないですか。数ある駒の中でなぜこの銀将がそれほどまでに攻撃のよう、その中心だとされてきたんでしょうか。その答えは単に動きのルールを知っているだけではなかなか見えてこないものなんです。銀将に秘められた謎を解き明かす旅、どうぞ今しばらくお付き合いください。ではまずはじめに、この銀将が一体どこで、そしてどのようにして生まれたのか、そのルーツをたどるちょっとした時間旅行に出発してみましょうか。物語の始まりは遥か彼方古代のインドです。悠久のガンジス川のほとりまで少しだけ思いを馳せてみましょ将棋の最も古いご先祖様は古代インドで生まれたチャトランガというボードゲームだと言われています。これはもともと4人制で、軍隊の4つの兵科、つまり歩兵、騎兵、戦車、そして象ですね、これを模した駒で戦うゲームだったそうです。このガジャ、サンスクリット語で象を意味する駒こそが、長い長い時を経て私たちが知る将棋の銀将、そして驚くべきことにチェスのビショップの共通の祖先にあたるんですね。たった一つの駒が世界中に散らばって全く違う姿に進化していく、なんだか壮大な物語を感じますよね。面白いことにですね、この象の遺伝子というのは伝わった土地の文化や気運を移すかのように全く異なる進化を遂げていくんです。西へペルシャを経てヨーロッパへと伝わった象は、戦場の斜めにどこまでも駆け抜ける非常に攻撃的なビショップへと姿を変えました。一方で北へ中国へと伝わった象はシャンチの駒ですけれども、自陣の川を渡ることが許されない純粋な守りの駒として定着したんです。攻撃と防御、まさに両極端ですよね。ではその中間に位置する日本に伝わった銀将は一体どのような運命をたどったんでしょうか。ここで将棋の伝来ルートに関して一つ非常に興味深い事実が浮かび上がってきます。タイの将棋マクルックに存在するコンという駒、この駒の動きがなんと日本の将棋の銀将と寸分違わず完全に一致するんです。これは本当に驚くべきことなんですね。これまで将棋は中国大陸から伝わったと考えられてきました。でもこの事実は私たちがよく知るシルクロードとは別の東南アジアを経由する甲斐のシルクロードを通って日本にやってきた、その可能性を強く示唆しているわけなんです。こうして並べてみると、その違いと共通点がはっきりと見えてきますね。将棋の銀将とタイのマックルックのコン、この2つは前に1マス、そして斜めに4マスという5方向への動きが全く同じです。にもかかわらず、その役割はまるで正反対。マックルックでは守備の壁として堅実に使われるコンが、なぜ日本ではこれほどまでに攻撃的な主力へと変貌を遂げたのか。ここに日本独自のゲーム文化、将棋というものの奥深さが隠されているように思えてなりません。そして日本における銀将の存在を証明する最も古い証拠がこちらなんです。平安時代の末期、12世紀頃に書かれた二中暦という、百科事典のような書物ですね。その一節にこう記されています。銀将は左右と下に行かず、非常に短い記述です。ですがこれは裏を返せば前と斜め四方には進めるということですよね。つまり少なくとも800年以上もの昔から銀将は今と全く同じ動きをしていたんです。一つのルールというものがこれほど長い間変わらずに受け継がれてきた、その事実になんだか静かな感動を覚えてしまいますね。さて、悠久の歴史の旅から再び盤上へと視点を戻してみましょうか。800年以上も変わらなかったという銀将の動き、そのメカニズムには一体どのような巧みさが隠されているんでしょうか。
そのある種幾何学的な強さの秘密に少し迫ってみたいと思います。銀将の使い方を学ぶとき、おそらく誰もが最初に耳にするのがこの格言かもしれませんね。銀は千鳥に使え。千鳥という鳥、皆さんはご存知でしょうか。水辺をジグザグと小走りに、あるいは空を舞うように飛ぶあの姿を思い浮かべてみてください。銀将もまさにあのように斜めにジグザグに進むことで、相手のアブからの正面攻撃をひらりとかわしながら、敵陣の思わぬ隙間の縫って攻め込むことができる。これこそが銀将の基本的な戦い方のまさに真髄と言えるものなんです。銀将の個性をより深く理解するには、すぐ隣にいる金将と比較してみるのが一番わかりやすいかもしれません。金はご存知の通り、縦と横に強い、王様を守る最後の砦となるいわば守りのようですね。しかし弱点として斜め後ろに下がることができないんです。一方、銀将は斜め後ろに下がれる。この一見すると地味な斜めに退却できる能力、これこそが銀将を攻撃の先兵たらしめている最大の理由なんですね。危険を察知したら柔軟に身を引いて、また体勢を整えて攻撃に転じることができる。この身軽さこそが銀の真骨頂なんです。さて、ここで将棋というゲームが持つ非常に面白いある種のパラドックスについて少しだけ考えてみたいと思うんです。それは、強くなることが必ずしも良いことではないということです。銀将という駒は私たちにそんな深い戦略的な問いを静かに投げかけてくるような気がします。ご存知の通り、銀将は敵陣に入るとなることができて、成銀、つまり金将と全く同じ動きになります。一見するとこれは純粋なパワーアップに思えますよね。横への移動能力を得るわけですから。しかしその代償としてあれほど重要だった斜め後ろに下がる能力を二度と取り戻すことなく永久に失ってしまうんです。ですからトッププロの棋士でさえ、目先の利益よりもこの先の柔軟性を重んじて、あえてならないという選択をすることが本当によくあるんですね。これは実に奥が深いです。さて、少し理論的な話が続きましたので、ここからは実際の戦いの盤上でこの銀将がどのように輝くのかを見ていきましょう。その最も強力で、そして美しいとさえ言われる戦術をいくつかご紹介したいと思います。銀将の戦術を語る上で絶対に避けて通れないのが、将棋を他のボードゲームと一線を画す世界的に見ても非常にユニークな持ち駒のルールです。一度取った相手の駒を自分の戦力として盤上の好きなところに打つことができる。このルールがあるおかげで、銀将は一度盤上から消えても終わりじゃないんです。戦況を読んで最も効果的な場所に再投入できる、まさに再利用可能な精密誘導兵器へと生まれ変わるんですね。この持ち駒ルールの恩恵を最大限に生かした必殺技と呼べるのがこの割り打ちの銀です。例えば相手の飛車と金といった価値の高い駒が近くに並んでいるとします。その2つの駒のちょうど間の斜めの四角になっている場所に持ち駒の銀将をスッと打つ。するとどうでしょう。両方の駒に同時に攻撃がかかるわけです。相手はどちらか一方しか逃げることができず、非常に有利な交換を図ることができる。これがきれいに決まった時は本当に美しい一手ですね。もう一つ、将棋の攻撃の基本中の基本といえるのが棒銀戦法です。これは非常にシンプルで、まず飛車の前の歩を一つ進めて、そのすぐ後ろに銀将を配置します。そしてその銀をまるで一本の硬い棒のようにまっすぐ敵陣に突撃させて、相手の守りを力ずくでこじ開ける戦法なんですね。一見原始的にも見えますが、その破壊力は絶大で、今なおプロの世界でも通用する非常に強力な攻撃の形なんです。しかしそんな強力無比に見える銀将にももちろん弱点はあります。使い方を一歩間違えると、このような何とも悲しい格言で表現される状況に陥ってしまうんです。銀が泣いている、もうさじょきめんでね。将棋の言葉には時としてこんなにも詩的な表現があるんですね。では泣いている銀とは一体どういう状態なのでしょうか。それは勢いよく攻め込んだはいいものの、相手の巧みな守備によって進むことも引くこともできなくなり、盤上で完全に孤立してしまった銀将の姿を指すんですね。また守りに使った銀がかえって自分の王様の逃げ道を塞いでしまう壁銀という状態も最悪の形の一つとされています。攻撃のようである銀将は
その鋭さゆえに、一歩間違えれば自分を窮地に追い込む諸刃の剣でもあるということなんですね。さて、ここまで銀将の歴史、そして戦術とその実用的な側面を見てきました。最後に、この一つの駒が持つ文化的な意味合い、その奥にあるある種の哲学のようなものに少しだけ触れて、今夜のお話を締めくくりたいと思います。日本語にはいぶし銀というとても美しい言葉があります。これは新品の銀のあのきらびやかな輝きではなく、時を経て酸化し渋い光沢を放つようになった、そんな銀の味わいを指します。転じて派手さはないけれども、卓殊な実力や深い経験に裏打ちされた味わい深い人や技術を称賛する言葉として使われますね。まさにこの銀将という駒は盤上のいぶし銀の精神を体現しているかのようです。飛車のように盤面を縦横無尽に駆け巡る華やかなスタープレイヤーではありません。しかし巧みなジグザグの動きで敵陣の急所を的確に切り崩し、絶妙なタイミングで持ち駒として打ち込まれて、静かにしかし確実に勝利への道を切り開いていく。その働きは派手なパフォーマンスをする役者というよりは、黙々としかし完璧な仕事をする熟練の職人の姿にどこか重なるものがあります。たった一つの駒にこれほどまでの物語が込められていました。古代インドからの長い旅路、進化の過程で生まれた戦略のパラドックス、そしていぶし銀の職人のような哲学。次にあなたが将棋盤を眺めるとき、盤上のあの銀将はひょっとしたら昨日までとは少し違った顔つきであなたを見ているかもしれませんね。今夜は将棋の駒銀将の物語に最後までお付き合いいただきありがとうございました。